RC 東郷。どうもこんにちは。こんにちは。ラジコン東郷です。アキラです。アキラと言います。聞きました皆さん。彼の名前はアキラ君。アキラです。アキラってどんな字書くの？アキラは聖徳太子の聖っていう聖っていう字。聖っていう字ですね。よく聖君って言われない？聖君って言われますね。だよね。でもなかなか難しい字だね。なんでそういう名前になったの？誕生日が12月24日で、キリスト系に絡めてっていう。なるほどね。いい名前ですね。マシンの方をちょっとね見せていただきたいと思いますんで、ちなみにねベガスーパーバトルで優勝したマシンになりますんで、それと1台見せる2台見せる？2台、そうですね。2台？はい。じゃあこれから撮っていきますんでよろしくお願いします。じゃあマシンの方をね見せていただきたいと思います。はい。まずボディの方がねこちらの方になりますよね。レイブ D の 180ですね。はい。ちょっと待って。ラジコン統合ステッカー貼ってくれてる。はい、早速。ありがとう。はい、じゃあまず前の方からね。これフロントになりますね。はい。ちょっとスプリングサビサビでなかなかお恥ずかしいです。錆びてます？なんか私手汗、塩分多いみたいで、よく錆びるんですよね、物が。はい、まずアンプがこれヨコモの RPX2 ですね。RPX2。はい。でモーターがレイブ D のアブソリュートの 13.5 です。13.5 がついてるっていうのね。ジャイロが双葉の GYD550。ジャイロはそのすぐ受信機の裏側に置いてあるね。そうですね。はい。でサーボがこのレイブ D のサーボですね。レイブ D のサーボっていうんですね。ちょっとほぼレイブ D って感じ。ほぼレイブ D ですね。特にこれはこだわってこれを使ってるって理由とかある？そうですね。やっぱベガで一応アドバイザーっていう確か形で吉羽隼人さんいらっしゃるんで、やっぱ走りもやっぱすごいんで憧れてじゃないですけど。じゃあ隼人君が使ってるメカと大体一緒っていうことですね。そうですね。一緒だと思います。ちょっと気になったのがアンプの搭載位置がだいぶ後ろになってますよね。そうですね。今22ミリぐらいだった気がします。だってこれ後ろにしたっていうのはトラクションの絡み？そうですね。やっぱできるだけリア押し続けてほしいんで、これは後ろ持ってってっていうところですね。なるほどなるほど。ちなみにギア比とかはどんなもんですか？ギア比ピニオンが20で、スパーが今74。今なんかハイスピードになってるよねみんな。そうですね。だんだんこういうのが主流になっていってる気がしますね。サスマウントとかはこれは前後ともヨコモの C 使ってますね今。ヨコモの C。はい。結構狭めてあるんだねじゃあ。そうですね。B とかもいろいろやってたんですけど、その時々の路面だとか大会の施行とかもあってそうですね。で今 C っていうことだよね。そうですね。ちなみに遠いんって何度ぐらい？遠いん1ないぐらいだと思います。ちょっと配線がお恥ずかしい。フロント周りもレイブ D の肩持ちのアッパーアームと、そうですね。レイブ D のロアアームがついてますね。これダンパーどこのやつ？アクソンのレボショック2ですね。レボショック2ですか。オイルがトップラインの S ラインシリーズの前が25で後ろこう。そんなに教えてもらっちゃっていいの？大丈夫です。大丈夫。後で怒られるかわかんないですけど。ごめんなさい。すみません。先に謝っておきます。このナックルがレイブ D だよね。上結構かさ増ししてるんだね。上増してますね。最近の大会の感じだと直線が結構長くなってきていて、来る前にちょっとなんですかね、前入り込ませるというか、そういった走りをするときにちょっとフロントが高車速の時に弱くなっていくっていうのがあったんで、それでかさ増ししてんだ。そうですね。増してちょっと入り込みを良くさせているっていうイメージですかね。これね、サスマウントも裏返してあるんですよね。これはやっぱりそういう流れの流行りなのかな？そうですね。流行りに乗っかったって感じなんで、ちょっとメカニズム的な話よくわからんのですけど、多分もう一個は結構前車高が高いんですよね、今。普通組にするとロアアームが結構パの字になるような感じになるっていうのもあって、裏返して
根元を下持ってってなるべく水平になるよう。これ MC1 だけなんだけど、これ切っちゃってますよね。あ、そうですね。まあちょっと当たるんでっていうところで、ここだけはちょっと悩んだんですけど切っちゃいましたね。なるほど。あ、ビスもみんなチタンとアルミですよね。そうですね。これもやっぱ吉早さんの真似をしたというか。ああ、はい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 。最近ブログで書いてたんで、マジマシンはマジチタンって言ってましたね。マジマシンはマジチタン。それって何、隼人君のジョーク？あ、そうですそうです。マジマシンはマジチタン。いやいやいや、ちょっとね、関東のネタはね、僕田舎者なんでわからないかもしれない。まあ料理の味付けも違いますから。私は面白いと思いますけどね。ハッカーマンとかも見せてもらってもいい？あ、はい。はい。こういう感じですね。ほぼパラル？いや、内切れですね。結構、まあ僕も行ったり来たりしてるんであれなんですけど。これ何？ハッカーマン微調整する時とかあるんだけども、はい。どういう時にどういう風に変えてるの？立ち上がりの時を割と意識していて、はい、立ち上がっていく時に、ちょっと外にマシンがずるずる流れていくようだと、内切れを増やしていってこうなるようになるんですね。まあ、基本的にそんなに変なことしてないんですけれども、はい、このリーブ D さんの今ギアナックル入っていて、ここのプレートを本来反対側につくようになってるんですけど、これ逆付けして、できるだけタイヤに近いところにアッパーも持っていきたいっていうところで、初めて見た。そうですよね。やっぱり関東のベガのカゾさんの人たちってのはすごいね。もう何歩前に行ってんだって感じがしてね。いやいやそんなことないです。横から見るとこういう感じでね、結構車高は高い、前上がりです。なんでレイブ D さんのこのリアナックル、穴2本さえ合うようにすれば、どんなプレートでもある意味ついちゃうんで、結構可能性無限大というか、いろいろできて楽しいかなって思いますね。プロポはちなみに双葉だよね。そうですね、双葉 7PX。僕ね思うんだけどね、結構吉羽隼人君とか高弘君とか白井君にしてもそうなんだけども、めちゃくちゃ上手い人っていうのは、結構教えてくれるよね。そうですね、本当上手い人ほどあっさり教えてくれるというか、びっくりだよね。いろはのケンさんとかね、結構サクッと教えてくれるんで、まあそこまで極めた人だね、やっぱちょっと違うんだなっていうのがありますよね。よし、2台目いこう。これはヨコモの14かな。ヨコモの14ですね。後期か。あ、前期だな。前期ですね。このデザイン会社の先輩の人にいい感じのやつ作ってくださいって言って、紙でデザイン化してくれたやつをラジコンに再現したっていうやつですね。ラジコン統合ツインターボじゃないですか。ありがとうございます。まあ本当に貼ってくれて。じゃあ中行きましょう。はい。これはあれじゃないですか。あれですね。ガルムちゃん。はい。ですね。これなんで買ったかと言いますと。今ベガ今年から OD の白井淳太さん、スタッフとしていらっしゃって、でまた本当すごい走りをされるんですよね。なんで、ちょっとその辺にも憧れてと言いますか、買ってみちゃいましたね。白井君は何がすごいですか？全部すごいだけどパッションあふれる走りと言います。まだこれちょっと、買ったばっかで、ほぼほぼすぐみでっていうところで、唯一ギア比がYD2 系と異なっちゃうので、近づけるというか、のためにここのプーリっていうのかな、このデフのやつ、ハイスピードのやつにして。種類あるのそれ？そうなんですよ。二次減速比がいじれるのがこのガルムの楽しいとこかなですね。デフの大きさがいくつかっていうか2つぐらいですかね、変えられるんですよね。あれこれカウンターギア入ってない？そうですね。やっぱりずっと YD2 系やってたんで、ちょっとハントルック欲しいなっていうところで。これ何のアイドラ？ラップアップさんだった気がしますね。やっぱ駆動がベルト式っていうところで、だいぶ今までの感覚と違うっていうのが。アンプがヨコモの BLRS ですね。RS4。モーターがレブ D の 13.5。13.5。サーボレブ D のやつ。レブ D ね。ジャイロがヨコモの V3 ですね。これいいですね。本当。赤間をちょっと見せてください。これもそういう打ち入れぐらいだね。似たような感じ。似たような感じだよね。キャスターも樹脂いじれないっていうのもあるんで、繰り返して
相当起こしてるね。そうですね。あれさっきのやつもキャスターだいぶ大きとった？そうですね。キャスターとキャンバー値とかは全部一緒になってますね。8の8とかですね。あ、それはP タイル向けのセットかな？いや、どこ行っても大体よく走る。前はあんまいじんないですね。この数値が一番引っかかることもなく、流れすぎることもなくっていう。こんな感じであきらくんのマシン紹介になりましたと。結構いろいろ喋ってくれちゃったんで、逆に大丈夫かなっていう。まあでも白井さんも吉早さんも優しいんで、隼人君も優しいんで、ぜひラジコンのとこに遊びに来てください。ベガカズ店の方で皆さん遊びに行ってくださいと。じゃあ最後に一つ質問なんですけれども、好きな女性のタイプは？好きな女性のタイプ、マツコ・デラックスさんです。高揚感があると言います。じゃあ今日はそんなところで、ありがとうございました。ありがとうございました。